こんにちは、つんです。今回は最近買った100均アイテムを全部で4つ正直にレビューします。中には予想外の展開になったものもありましたが、地味ながら優秀な新商品もあるので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。最近ですね、猫をも振るとピリッとくるようになりました。それもそのはず。めっちゃ乾燥してました。もう湿度が 29%。これはピリッとくるわけです。この間まで夏だったのに急に乾燥し始めましたよね。ということで、ダイソーでこちらを買ってきました。これは静電気ブレスレット100円です。お店に行くとですね、デザインのバリエーションがめちゃめちゃ豊富にありました。なんだけど、かなり売れているらしくてですね、欲しかったデザインはどれも売り切れていました。店舗によって在庫状況は違うと思うのですが、やっぱりいつも100均行くと思うんですけど、人気アイテムは争奪戦ですね。ということで仕方なく第2候補を2種類買ってきました。一つはゴムみたいに伸びて取り付けるタイプで、もう一つは紐のタイプでした。紐の方は腕につけた後に引っ張って長さを調整することができます。デザイン的にはこちらの方が好みなんですが、余った紐が少し邪魔に感じました。個人的にはゴムの方が取り付けやすかったです。でもこれ静電気対策グッズに見えない見た目がいいですよね。ドアノブなどに触る前にタッチするとさらに効果的だそうですよ。あくまで静電気軽減なので 100% 防ぐのは難しいかもしれないんですけど、これをつけて姫をも振ったらですね、ピリッとしませんでした。なのでちょっとやっぱり効果はあるんじゃないかなと思います。静電気って何気に痛いんで、一つあると安心かなと思います。はい、お次はセリアの玉ねぎ保存用バッグです。これね、パッケージイラストが玉ねぎなんですが、じゃがいもとかニンニクとかにも使えます。他のデザインもありました。保存期間の目安は、じゃがいもが約1ヶ月、玉ねぎ、ニンニクが1ヶ月から2ヶ月って書いてあるんですけど、冬は根菜もっと持ちますよね。割と厚手な不織布で結構丈夫そうです。マチもしっかりあって1キロから2キロ入るようです。ちなみにサイズはご覧の通り。うちの場合、根菜は皮を剥く前は基本的に常温保存をしているんですが、これ入れてるバスケットがですね、これ洗えるバスケットなんですけど、ちょっと小さいんですよね。今までは我が家2人暮らしなのでこれでも十分良かったんですが、最近ね、野菜の値上がりがすごすぎるんで、少しでも安い時に多めに買っておきたいなと。欲を言えばじゃがいもと玉ねぎは仕切りたいし、このカゴの中に常に玉ねぎの皮があるのもどうにかしたいと思っていました。ぶっちゃけ新聞紙とか紙袋でもいいんですが、不織布なら通気性もいいし、これなら玉ねぎの皮がこぼれることもないです。実はこの間たまたま通りかかったスーパーで玉ねぎ3個199円と9個で299円というのが横に並んでたんですよ。で、本当は安い方を買いたかったんですが、バスケットに入らないしなと思って諦めたんですよね。でもこれなら9個入るし、口を閉められるので玉ねぎが落ちることもないですよね。虫除けの効果も期待できます。紐付きなのでかけておくこともできるし、モノトーンでシンプルなところも結構気に入りました。
袋に入れてしまえば多少多めに買ってもカゴに収まるということで、しばらく使ってみてよかったらじゃがいも用も買おうかなと思っています。はい、次は冷蔵庫の収納アイテムです。冷蔵庫はね、できればデッドスペースをうまく活用したいところですよね。我が家はここがもったいないなぁと思っていました。ということで、ダイソーでこちらを買ってきました。吊り下げ冷蔵庫収納ケース。似たような商品はどこでも買えますが、300円はやっぱり格安だなと思います。これね、正直ニトリとどちらを買おうか迷ったんですが、とりあえず安い方で使い勝手を検証します。思わぬ事態が待ち受けていることはこの時まだ知る由もありませんでした。中には4つのパーツが入っていて組み立て式。フロントと書いてある方を手前にしてパーツを組み立てていきます。組み立てるといっても差し込むだけです。でもね、これ一度組み立てると分解できないのでご注意ください。真ん中に吸盤がついていて、冷蔵庫の仕切り板に密着させるみたいですね。ケースは取っ手付きで引き出しやすそうです。ちょっと引っかかるかもしれません。で、サイズはご覧の通りです。これはちなみに今回買ったのはワイドサイズなんですが、幅 17.5 センチの通常サイズや卵用もありました。はい、ではいざ設置してみます。この吸盤をですね、上にギュギュッと押し付けて密着した後にケースを差し込みます。やっぱりね、ちょっと引っかかりますね。なんかね、ガタガタっとするところがあるんですよね。気を取り直して、今回はヤクルトを入れてみます。ヤクルトっていうのは結構専用ケースなんかも100均でいろいろ出てますが、我が家はデッドスペースに収納したくてこれを選びました。事前にしっかりサイズを測ったので、想定通り高さはぴったりでした。ヤクルト1000が約12本入りますね。で、と思ったんですが、入れたらダメかも。重さに耐えられなくて奥の方がね、下がっちゃうんですよね。入れ方を変えて再びチャレンジしてみたんですけど、やっぱり結果は同じでした。しかもね、ちょっとやっぱ立て付けが悪いですね。仕方なくヤクルトは諦めて、いつも買ってるヨーグルトを入れてみたんですが、残念ながら微妙に高さが入りませんでした。もう冷蔵庫に怒られながらいろいろやってみましたが、やっぱりね、薄くて軽いもの、ハムとかチーズとかそういうものしか入れられないみたいですね。これ次週ニトリも検証してみます。もし気になる方がいたら来週も見てください。はい、お次はセリアの新商品、スマホ置き付きコンセントカバーです。これ SNS で見かけて、もうこれだと思って速攻買ったアイテムです。セリアらしいオールホワイトでシンプルなデザイン。どちらかといえばですね、オフホワイトっぽい色合いですね。コンセントにカバーができて、カバーの部分は台にもできる仕様になっています。これほんと考えた人天才だなと思いました。サイズはご覧の通りです。
で、こちらは今まで使っていたコンセントカバー。どこで買ったかちょっと忘れちゃったんですけど、100均です。姫がね、子猫の時に事故の防止のために取り付けたんですが、コンセント使用時はカバーがね、結構邪魔でした。妙に出っ張ってるのも気になってたんですよね。で、ネジを外して取り替えます。ちなみに差し込むタイプのコンセントキャップっていうのもありますよね。これも100均で買いました。すごくミニマムでいいんですが、コンセントを使っている時の置き場に困ることがありました。でも一体型ならそんなプチストレスからも解放されます。コンセントの形状によっては取り付けられない場合もあるみたいですが、多分一般的なコンセントならほぼいけると思います。もうフラットになるのが最高ですね。支えを持ち上げると台も同時に上がるシステムになっています。台の耐荷重は 500g。ちょっとしたものを置けますね。使わないときは下げればすっきり。これね、ワンタッチで開けられてめちゃめちゃ使いやすかったです。例えば充電中のスマホを置いたり、コードが気になるときはこんな風にぐるぐると台に巻きつけて置いても OK。うちはね、今まで出っ張りがやっぱりすごく気になっていたので、交換して本当に良かったです。子猫はね、コードをかじったりとかコンセントに手を突っ込んで感電することもあるって聞いたので、姫を迎えた時ね、いろいろ対策したんですよね。ですが姫はコンセントとかコードには一切興味がありませんでした。新しいものは気になるみたいですけど、今回も眺めて終わりでしたね。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。